どうも、大キングです。今回はですね、M2 iPad Air とですね、M2 iPad Pro どっちがいいのかみたいなところね、お話ししていきたいかなと思います。今回ですね、この M2 iPad Air が新しく登場しております。で、13インチのモデルとかも出てますね。この比較対象に上がってるのが第4世代なので、1個前の iPad Pro になります。で、こっちも M2 チップが載ってるので、結構迷うんですよね。今ね、ラインナップとしては、iPad Pro が新しく出てます。有機 EL とかね、載って薄くなって、M4 チップっていうのは載ってるんですけど、価格がですね、16万8800円からというところで、エアがね、9万8800円で、実質中身的にはさっき見てもらった1個前の iPad Pro ですね。11インチ、12.9 インチと、ほぼ同じなんだけど、どうやって選ぶかっていうところですね。比べてみたらちょっと面白かったんで、どっちを選ぶかっていうところを見ていきたいかなと思います。で、今回はもうね、結論からしちゃうので、詳細なスペックとか後ほどね、見ていきます。ここはなんでね、まとめてみたんですけど、このどっち選ぶかみたいなところ。特徴というかね、選ぶポイントのところですね。M2 iPad Air、今回新しく出たやつですね。に関しては、まず Apple Pencil Pro っていう新しいペンが使えます。はい。で、これ、M2 iPad Pro の方では使えません。ややこしいんだけど、プロがいっぱい出て、Apple Pencil Pro が使えます。新しいペンシルが使えます。これ逆に言えば、今までの iPad では使えないっていう仕様になってます。あとこの横向きのカメラっていうのがついてます。カメラが横向きにした時に上についてるんで、いわゆるビデオ会議で目線がすごい自然なんですよ。なんでビデオ会議する人は結構M2 iPad Air なのかなっていうところ。これなんで逆に言えば iPad Pro の M2 にはついてないです。新しいモデルにはついてるんですけど、本体が約 65g ぐらい。これ13インチね、です。11インチだとほぼ変わんないんですけど、13インチなんで iPad Pro の 12.9 インチと比べてだいたい 65g ぐらい軽いので、薄いのかな一応。13インチに関しては。なんでこの持ち運びとかに関してはすごい良くなってますっていうところと、あとね、価格に関してはやっぱり安くなってます。M2 iPad Pro も今 Apple Store はないんですけど、Amazon でね、だいたい今ですね、12万4800円から出ます。128で。で、iPad、この M2 がね、だいたい13インチで12万4800円なんで、11インチだと9万8000円かなセルラーになってんな。なので、だいたい3万円ぐらいは違うのかなと思います。中古とかにもまたよると思うんですけども、そこのメリットはあります。なので、中身的にはほぼ、M2 iPad Pro で、中身ですね。iPad ややこしいけど、M2 iPad Air の中身としては、実質ほぼ M2 の iPad Pro と、そんな変わんない。で、さっきの利点がね、あって、コスパで言うと間違いなしというか iPad Air が無難かなって思いますね。正直ね、僕はどっちを選ぶかっていうと、ポイントのところで言うとやっぱその新型のペンシル使いたいとか、よくペンを使った利用を想定してる iPad の利点はやっぱここなんでというところと、あとこのウェブ会議でよく使うっていうのはね、意外とこの自然な目線っていうのは、割と大事かなと思います。仕事をする上で。変な方向向いてる方に見えちゃうんで、カメラがね、やっぱり横向き、左が変な位置にあるんで、M2 iPad Pro だとですね、今までのもんだと。基本的にやっぱ Air が、僕は無難かなというか、おすすめかなと思います。特にやっぱこの学生の方とか、ペンとか使うと思うんですよね。やっぱノート取ったりとか。あとオフィスワーカーですね。やっぱウェブ会議を、普段よくやるとか、やる機会があったりとかですね、事務作業多めというか、どちらかというと、このクリエイティブ作業というよりは、事務作業が多め、資料作成とかですね、使ったりっていうんだったら、持ち運びとかを考えると、MacBook とかよりもやっぱり iPad の方がすごい持ち運びやすいとは思うので、この学生とかオフィスワーカーっていうところはあるのかなと思います。そんなにクリエイティブ作業を趣味でしたいぐらいならいいのかなと思うんですけど、全然できるんですけどね、性能的には。M2 iPad Pro のこの利点としましては、まずやっぱ画面っていうところですかね。プロモーションテクノロジー。ここに関してはやっぱり 120Hz 画面がやっぱ滑らかなんですよね。iPad Air に関しては 60Hz なので、今まで特にプロモデル使ってますとか iPhone、13、14、15 Pro に関しては 120Hz になってるので、それを普段使ってる方はもしかしたらこっちの方がいいかもしれないです。違和感を感じる可能性が高い。Air にすると。あとミニ LED の画面 12.9 インチのみになりますが、画面っていうのはあります、やっぱり。今回M4 の最新のやつは有機 EL になったんですけども、綺麗ではあります。ただ一緒に並べてみたら綺麗っていうね、ところではあるので、ではありますが、
そこの利点はあるかなと。やっぱ画面のねところとか、あとこの使用感に関しては、やっぱ Face ID の利便性っていうのはやっぱりあるかなと思います。タッチ ID も全然便利なんですけど、タブレットの場合はやっぱりいろんな向きで使うので、どうしても探さないといけないんですね。タッチ ID だと位置がもう決まっちゃってるんで、Face ID だと全然ひっくり返って取っちゃっても認証できるんで、そこの便利さはあるかなと思います。どうしても手を持っていかないといけないんで、タッチ ID って。スピーカーが4つあるので、これの臨場感っていうのは結構ね、やっぱいいんですよ、iPad。なんでゲームしたりとか、映画見たりとかっていうシーンだとすごいいいかなと思います。ただ逆に言えば、使うシーンがイヤホンつけて使うっていう状態だと、一緒なので、変わんないので、そこのどっちのシーンが多いかなっていうところは、で決めてもらってもいいかなと思います。はい。で、他はですね、注意点としては、物理 SIM が使えるっていうところで、今回の iPad、新しい iPad Air も Pro もですね、eSIM ってものになって、物理的な SIM 全部入れられないんですよ。なんで、物理 SIM があってそのままやっぱ使いたいよっていう方は注意が必要なのかなと思います。eSIM にそれが変えるかっていうところはあります。あとデータ転送に関してはやっぱり Thunderbolt っていうものにiPad Pro ですね対応しているので、だいたい3倍から4倍ぐらい転送速度が違うので、よく動画のデータを読み込んだりとか画像のデータとかですね、よくそういった読み書きをするっていう方はやっぱり利点があるのかなと思います。とはいえ M2 iPad Pro ね、いろいろありますけども、型落ちでぶっちゃけ結構狙い目だと思います。1個やっぱ型落ちのプロモデルって狙い目なんですよね。Apple 製品特に。なので画面とかゲームでのこの優位性みたいなところはすごいあります。なんで仕事でやっぱ使うっていうところは結構ポイントなんじゃないかなと思います。で、ゲームもやっぱりしっかりやると。ウェブ会議そんなに使わないなっていう。これ仕事によるじゃないですか、正直。僕もそんなにするタイプではないので、だったらいいかなっていうところではあります。ただやっぱプロモデルっていうところはあって、少し玄人向けではあるかなと思います。価格も少し3万円ぐらい上がりますし、玄人向けで、やっぱクリエイター寄りの、仕事とかが多いのであれば、プロなのかなと思いますね。そのディスプレイもそうですし、動画編集したりとか、さっきの転送速度もそうですし、画像とかね、いじったりとか、ペンで書くとか、ただ、この新しいペンが使えないっていうのはあるんですけど、第2世代でも全然ね、今まで使えてたんで、この Apple Pencil Pro の、新しい機能、まだ紹介しますけど、これから。にその魅力があるなと思ったら、そっちでもいいかなと思います。そもそも本当にプロだったら、今回出た新しい M4 を買った方がいいと思うんで、iPad Pro の方ね。っていうところはありますね。ただ最後は直感で。はい。やっぱ好きなカラーがあるみたいなところもね、デザインが好きっていうところで、最後は決めちゃっていいと思うので、決めるポイントを話させていただきましたけど、っていうところでした。で、詳細のところをね、見ていこうかなと思います。新しいの出たのはこの13インチの iPad Air の M2。ですね。大きく変わったところで言うと。で、カラーがスペースグレイ、スターライト、パープル、ブルーっていう感じで4色ありまして、11インチの方は、これと今回新しいやつも同じなんですけど、スペースグレーとシルバー。11インチと 12.9 インチになってます。おそらく画面サイズはほぼ変わんないんじゃないかなと思いますけどね。価格に関しては、さっき見ていただいた通りですね。98,800円から11インチが。で、セルラーモデルになると26,000円乗ってきます。で、13インチですね。エアーが128,800円からで、11インチ iPad Pro、今これ書いてないんですけど、だいたい12万、4,800円とかだったかな。Amazon で、一応あります。Amazon は割とね、これ Apple 公式なんですけど、510、3万円ぐらい乗ってくるのかな ?4 万か。4万、でも5万ぐらい乗るんだな。256がないのかなここ確かあるんですけど、だいたい3万円乗せるイメージでいいと思いますね。で、12.9 インチだと16万ぐらいだと思うんですけど、概要。ディスプレイに関しては、基本的には同じです。が、最初話した通り、このプロモーションテクノロジーっていうのが、1秒間に120回画面が書き換わるか、こっちが60Hz になってます。エアーが60回なので、やっぱ滑らかさが違います。で、12.9 インチに関しては、リキッドレティナ XDR なんで、少し綺麗になってます。ただ、そんなに変わんないです、正直。目で見て劇的に変わるかっていうと、あんま変わんないです。で、チップ性能とかに関しては、全く、同じですね。ただ、モデルによって微妙に、プロもね、1テラ以上になるとメモリが16ギガになるのかな、確かね。ちょっと後ほど見ますね。で、カメラに関しては、基本は同じなんですが、プロが、超広角カメラが入ってます。10メガピクセルのね。今回の新しいプロの方にも M4 の方も、これはついてないので、ある意味ここは利点なのかなと。あんま使わない気はしますけど、あとプロレゾっていう情報量が多いですね。容量ただめちゃめちゃ食うんですけど、情報量が多い、4K のさらに上みたいな動画が撮れたりします。そんなもんかなそうだね。インカメラに関しては横向きですね。
さっき言った通りウェブ会議とかするときにすごい目線が自然に見えるっていうのは Air のみになってますね。プロは入ってないです、こっちは。でコネクタに関しては USB-C は全部一緒なんですけど、サンダーボルトっていう、転送速度が3倍から4倍ぐらい違いますので、そっちはプロに優位性があるかなと思います。あと認証スピーカーとか接続面なんですけども、エアに関してはタッチ ID ですね。なんでボタンの上をパチッと、 iPad Pro は Face ID なんで、Face ID がやりやすいです、正直。iPhone と同じ感じで、ステレオスピーカーに関しても、iPad Air も悪くはないんですけど、プロと比べるとやっぱり迫力は結構変わるかなと思います。この4スピーカーは割といいです。はい、あとマイクとかに関してもね、プロがそこら辺はいいかなと思います。Wi-Fi とか接続ですね、5G とか、これセルラーモデルだけになりますけど、そこら辺は変わんないかなと思います。最新のが入ってる。ここがね、結構選ぶポイントかもしれないんですけど、さっき言ったように Apple Pencil Pro に一番最新のやつですね、新しいものに対応してます。Air は対応しています。一応 Apple Pencil USB-C っていうのも使えるが、こっちはプロなんだけど1個前っていうのもあって、Apple Pencil の第2世代、従来通りのやつは使えるっていう感じなんですが、新しいのは使えない。で、あとマジックキーボードはどちらも同じですかね。今まで通りのやつが使えるって感じで、新しいマジックキーボードも出たんですけど、そこは M4 の一番高いね、16万のやつしか対応してない。で、スマートキーボードフォリオですね、前のモデルしか対応してないっていう、ここはなんかね変な感じなんですけど、スマートキーボードフォリオは、ほんとこのキーボードだけのタイプのやつですね。カバーにもなって、一応角度も変えれるやつかな。トラックパッドついてないやつですね。マジックキーボードは、こっちのトラックパッドがついてるんで、この Mac っぽく使いたいんであれば、このマジックキーボードかなと思います。値段がね、2万ぐらい変わりますけど、マジックキーボードの方がやっぱり使いやすいです。トラックパッドあるんで、マウスがね、基本的にはこっちは必要というか、タッチかマウスかみたいな感じですかね。Apple Pencil Pro はですね、何が変わったかというと、このバレルロールっていうのがね、一番、バレルロールじゃない、スクイーズですね。なんでこのペンをギュッと握ると、ここでペンの切り替え、ツールの切り替えが出せますよとか、今までだとこの上までいかないと選択できなかったんですけども、その場でギュッと押したら使えたりっていうのと、このバレルロールかな、 iPad ペンシル回転させると字の太さが変わったりとか、より本当のペンらしく使えるっていう感じかな。あと触覚フィードバック、握ることでフィードバックが返ってくるっていうね、なんか振動が返してくれるとかにはなりますかね。この3つが大きいところかなと思います。ホバーとかはね、これは第2世代にもともと入ってた機能になります。あとダブルタップとかは入ってこの Apple Pencil Pro USB-C っていうのが、新しいモデルに対応って感じですね。容量とサイズに関しては、同じですね。本当ね、同じようになりましたね。で、2テラだけあんのかな。iPad Pro の場合は、2テラバイトあります。で、サイズ感に関しては、ほぼ同じですね。幅も深さも全く同じですね。どっちも。ただ、厚さに関しては、プロが若干、薄いのかな。0.2 ミリですけど、11インチに関しては。ただ、この 12.9 インチと13インチに関しては、結構プロは、ミニ LED っていうのが入ってる分、結構ね、70、65か。結構重さが違うので、エアーの方が、軽くはなってますね。ここも1個ポイントかなっていうところ。ただ11インチに関しては変わんないです。ディスプレイに関しては、こちらも、11インチはね、どちらも、エアもプロも変わりません。プロモーションテクノロジーはね入ってますけど、そこはもちろん違うんですけど、で 12.9 インチプロの場合は、このミニ LED っていうのが入ってるので明るい、少し綺麗には見えるけど、どうだろうなでもアップルで扱われてるのはこの18万のやつかな、 12.9 インチなんですけど、ミニ LED が一応入ってます。で仕様的にはね、今回のコントラスト比とかは若干下がりますけど、基本的に今回の新しい iPad Pro と同じような明るさとかにはなってるので、厚みはありますけど、でもそんなにね劇的に変わるっていうわけではないですね。とチップ性能とね、中身の性能とバッテリーに関してなんですけども、 M2 チップなんで基本的にはね変わんないですね、正直ね。これまたは16ギガの、ラムなんでメモリって書いてあるんですけども、確か1テラ以上だったと思います。こっちも1テラ以上のモデルはメモリが16になるので、プロの場合はそこはね、今回の新しいプロもそうなんですけども、パフォーマンスを求めるなら1テラ以上なのかなっていうところはあります。メモリが倍になります。はい。一応プロレゾのエンコードとか入っているので、プロレゾの映像を使うんであれば、プロなのかなと思います。で、バッテリーとかに関しては、新しい iPad Pro とかも含めて全部ね、同じです。ずっとね、これ10年ぐらい変わってないですね。バッテリー持ちは特に変わりません、どっちも。充電スピードが速いとかもない。で、Apple Pencil に関しては、最初説明したように、Apple Pencil
Pro、今回出た新しいものにはこの Air しか対応してないです。iPad Pro の前のモデル、今回 M2 に関しては今まで通り Apple Pencil の第2世代に対応って感じかな。USB-C も一応対応してます。キーボードに関しても、ここは一緒ですね。マジックキーボード。今までのやつ。はい。新しいマジックキーボードは、新しいの出てるんですが、これは、本当に iPad Pro M4 の本当に最新のやつですね。今回のみの対応になるので、これが使いたいってなったら、iPad Pro 新しいの買うしかないで。アルミニウムになって、高級感は出て、軽くはなってますね。あともこのファンクションキーっていうのがついてますっていうのと、触覚フィードバックっていうのに全部トラックパッド大きくなって対応してるので、本当に MacBook になりましたって感じ。機能的にはそんなもんかな。劇的に変わったっていう感じではないので、これも結構高いんでね。はい。で、スマートキーボードフォリオはさっき最初説明したやつですね。と今までのものしか、最新のモデルは対応してない。あと、カメラとビデオ撮影に関しては、大きな違いはやっぱ超広角カメラがプロの方はついてるっていうところですかね。フラッシュとかもついてるのが一応。基本はそんな変わんないですね。で、ビデオ撮影に関しても、ビデオ撮影もね、特にそんな変わんないと思いますね。プロレゾがね、使えます、一応。プロレゾ撮影っていう容量、情報量が多い 4K の上みたいな感じですね。はい、その分容量もめちゃめちゃ食うんですけど、それぐらいですね、正直ね。これ使わないと思います、正直。フロントカメラとかは変わんないですね、正直ね。なんで横向き、それだけやっぱこっちは自然な向きでビデオ会議できるんで、ここが大きな違いかなと思います。で、オーディオに関してはやっぱスピーカーがね、いいですね。プロの方が4つスピーカーがついてるんで、ただAir のこの11と13に関しては13インチの方がですね、低音が2倍になってます。本体がやっぱ大きいっていうのもあるので、なんでプロモデルも 12.9 かなの方が音はいいと思います。迫力とかっていう意味ではね、本体が大きい分。ワイヤレス接続とかの部分はもう完全に一緒ですね。Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3 とか、5G もね、対応してますし、全部全く一緒で、この SIM カードですね、やっぱりね、が eSIM っていうね、物理的な SIM カードを入れるところはなくなってますね。今回新しいモデルは全部。こっちはなんでナノ SIM っていう物理的な SIM カードを入れることはできますね。コネクターに関してはサンダーボルトっていうので転送速度、データ転送速度とか結構違いますね。3倍、4倍ぐらいね。USB-C は全部一緒ですけど。違いでございました。ぜひね、気になる点とかあればコメントいただければと思います。こういうとこがいいから、僕はエアにするとか、プロにするとか、私は 12.9 インチ一択よみたいな。何でもいいんですけど最終的にはね、やっぱりこのデザインとかカラーで選んじゃっていいと思いますね。プロもありますしね、新しいモデルも。なんで結論的にはエアーが無難かなっていう気はしますけどね。Amazon でですね、iPad Pro に関しては1個前のやつね、まだ売ってます。これね、珍しいと思いますね。だいたい新しいの出ると買えなくなるんですけど、売ってくれているので、128だと12万4800円。ちょっと真ん中ぐらいの値段なんですよね。512で17万なんで、コスパとしてはやっぱりいいですよね。12.9 はね、この256しかなかったです、Amazon は。中古を探してもらう。整備済みはね、いくつかあったかもしれないんですけど、256で18万8800円になってます。13インチかな。M4 が21万ぐらいからにはなるので、難しいところであるんですけど、でも3万円差だったら、こっち買った方がいいかなっていうところはあります。薄くなってすごい軽くなってるんでっていうところはありますね、正直ね。もうちょっと値段がね落ちてくるとは思うんで、今のところはもう一個ね型落ちだったら、これしかも Wi-Fi セルラーモデルで、これ第5世代なんで、M1 チップ1個前にはなるんですけど、これだったら結構安いんだよな。17万、1テラにしても20万切るぐらいなんで、割とこれでもありかなと思いましたね。512で、しかもセルラーなんで、物理 SIM も使えるしかなと思いますね。若干値上げしてるのかな、でもね。で、浮いたお金はやっぱりキーボードとかに使う方がいいのかなとは僕は思いますね、正直ね。iPad Air と Pro、新しいモデルと Air どっちがいいのかっていう話はこっちでお話ししてますし、もうちょっと iPad Pro の新しいモデルに関してはこっちで話してます。で、どういうモデルを買ったかっていうところも、どんどん今出していってるので、ぜひね、この動画が良かったなと思ったら高評価と、またチャンネル登録してね、お待ちください。で、通知ベルを押してもらうと確実にね、届くと思いますので、見逃したくない方は、Amazon セールも今やってるので、もしよかったらこれもチェックしてみてください。iPad もね、やっぱまだ値上げしたんだけど、まだ Amazon 安かったりするので、お得情
情報みたいなところコミュニティ欄で発信してますので、マジックキーボードね、新しいのなんか安かったりとか、アンケートもまた今やってるね、かなり拮抗してますね、正直ね。これなんでまたiPad Air と M2 iPad Pro どっちがいいかみたいなところね、ちょっとアンケートしようかなと思います。ぜひねチェックしてみてください。ライブ配信も久々にやりました。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたね。冷静に考えるとプロがいいんだけど、ウェブ会議で結構目線がずれるっていうのは、仕事してる人からしたらね、割とクリティカルというか、ね、変な目線になると、だけで印象がおかしくなるのはちょっとね、かわいそうな気もするので、エアが、無難かなと思います、ぶっちゃけ。けどプロもね、いいんだよね。でもゲームとかになるとやっぱ 120Hz いいんだわね、音も。